こんにちは。TTS の川本です。この動画では産業分野での応用が期待されている物理エンジンである無除庫を紹介します。よろしくお願いします。まずシンプルな例として球を床に落下させてみます。少し高い位置から落とすと跳ね返りが大きくなります。衝突部分をズームしてみると、球がわずかに地面にめり込んでいるということが確認できます。設定を変更してめり込みを強調すると、球が半分近く地面に突き刺さっているということがわかります。以前の動画で紹介したブレンダーとはだいぶ挙動が違うようです。このように無除庫は合体でありながらソフトに衝突を表現できるという特徴を持っています。後ほど詳しく解説します。次に球が床に落ちるまでの時間を理論値と比較してみます。今回使用しているのは無除庫バージョン 3.3.6 です。Python バインディングを使うことで計算結果に簡単にアクセスできますが、現行バージョンでは画面表示と同時に数値を取得するということができないようです。このため表示が地味になってしまうんですが、シミュレーションでは629フレーム目で衝突を検知しました。今回解いているのは直径 100mm の球を高さ2メートルから落とすというものです。理論値と比較すると約 1.6 ミリセック早く3ミリ手前で衝突しました。ズレはありますが、おおよそ正確に計算できていそうです。無除庫のオリジナルバージョンは、ワシントン大学の研究チームによって2012年に公開されました。その後一時的に商用配布された時期を経て、2021年に Google が開発権を取得し、オープンソース化しました。無除庫という名前は、マルチジョイントダイナミックスウェイズコンタクトの略であり、直訳すると接触を伴う多関節運動です。名前の通り、ロボットが床を歩いたり、物体を掴んだりする動作を再現することを意図して作られています。実際、多くのロボット研究で無除庫は使われています。無除庫が産業分野で注目される理由は2つあります。1つは計算結果が安定していること。もう1つは実際の物理現象を模擬しやすい連続的な接触表現が使われていることです。まず無除庫は決定論的な性質を持っています。ゲーム向けの物理エンジンの中には、並列計算の影響などにより、同じ条件でも結果がわずかに変動する動きになるものがあります。その例としてよく知られているのが NVIDIA 社のフィジックスです。フィジックスは Unity などの多くのゲームプラットフォームで採用されており、ゲーム用途では非常に実績のあるエンジンです。フィジックスは GPU による高速な並列計算を特徴としていますが、演算の並列化により厳密な再現性を犠牲にしています。一方、無除庫はロボット研究を目的に設計されており、CPU ベースの処理で常に同じ結果を得られるように作られています。次に無除庫の連続的な接触表現についてです。フィジックスのようなエンジンでは反発係数を用いて衝突直前の速度から衝突直後の速度を計算します。反力が衝突が発生した瞬間のみに作用するため、結果的に極端に大きな反力値になることがあります。また時間を離散的に扱うために生じるわずかなめり込みが無視されます。一方、無除庫では物体の表面に粘弾性特性を定義し、めり込み量に応じて反力を発生させます。このため、めり込みが小さければ小さな反力で跳ね返り、めり込みが大きければ大きな反力で跳ね返ります。結果として見た目上は連続的で自然な接触になります。このように無除庫は合体シミュレーションでありながらソフトでリアルな接触挙動を表現することができます。ソフトな接触挙動というところを少し補足します。ソフトと聞くと
プリのように物体そのものが変形するシミュレーションを思い浮かべる方も多いかもしれません。実際動画の前半でご覧いただいたブレンダーのソフトボディでは Q が潰れていましたし、CAE の分野でも物体の変形を扱うアルゴリズムが数多く存在します。一方無除個では、あえて合体の表面に薄い弾性層を設けるという方式を採用しています。つまり物体の形そのものは変わらないんですが、表面の接触部分のみが柔らかく反応するというイメージです。このアプローチは計算コストの面で非常に合理的です。例えば指先の変形を有限要素法で厳密に解こうとすると膨大な計算が必要になってしまい、これをロボットハンドのリンク運動の中に組み込もうとすると非常に大変になってしまいます。これに対して無除個の方式はリンク運動と接触を両立しながら効率的に計算することができます。これはヒューマノイドの歩行やロボットハンドの舵など工業分野で実際に扱われる動作に特化した実用的なアプローチだということができます。また、シミュレーションで習得した動作を現実のロボット機構で工学的に再現するという時にも有効です。近年ではソフトボディのような変形シミュレーションとロボット制御を組み合わせるという研究も進みつつあるんですが、少なくとも現時点では合体を基本としたシンプルなモデルが主流になると考えられます。無除個は OpenAI のダクティルプロジェクトにも採用されました。このプロジェクトでは人型ロボットハンドが物体を操る学習に無除個が活用されています。無除個の連続的かつ微分可能な物理モデルは強化学習と非常に相性が良く学習の効率化に寄与しました。このアプローチは今日に続くニューラルオーギュメンティッドフィジックスの先駆けになりました。最後に新しいニュースを紹介します。長年、ロボットシミュレーションの分野でもフィジックスが広く利用されてきましたが、2025年に NVIDIA が新しい物理エンジンニュートンを発表しました。このエンジンは Google との共同開発で無除個を基盤とした構造になると報じられています。まだ詳細は公開されていませんが、ロボットシミュレーションの品質向上に向けた大きな一歩として注目されています。今後の発展が非常に楽しみです。この動画では物理エンジン無除個を紹介しました。物理エンジンがいよいよゲームの枠を超えて産業界に入ってくる重要なタイミングに直面していると感じています。とはいえ、実際の工業製品レベルの複雑形状を扱った研究例は現状ではほとんどないようです。3D エキスパート TTS がここに切り込んでいきたいと思っています。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。